はい、ということでパパチェルからやばいものが届きました。見て、これまだ袋に入ってるんですけど、2ヶ月以上ある方法で熟成をしたハマチ。2ヶ月以上熟成したハマチ、これがすごいよ。じゃあちょっと開けてみようや。めちゃなんか匂いする。これ一気めっちゃカピカピ、見て、めっちゃ油分飛んでる。濡れてるのは俺のよだれだわ。よだれかい。9月5日、今日11月1日なんで、2ヶ月ぐらい。ハマチ、ブルーチーズ、青カビプラスケカビ、カビ熟成です。でこれがすげえよ。うわ、モフモフ。見て、パパチュルがよく言ってるやつ、モフモフ。うわ、やばいの届いた。はい、ということで変態からカビ熟成された魚が届きました。すごくない？みんなパパチュルって知ってる？俺が一回大阪行った時にあったんだけど、めっちゃ変わってて面白いのよ。もう変態とオタクなのよ、俺の中で変態とオタクはもうリスペクトをしすぎてる。超褒め言葉ね、でパパチェルはもう本当にこれで毛カビで熟成するっていうものをやってるんですけど、ものすごい毛カビ愛がすごいのよ、でパパチェルが今回動画撮ってくれてるんで、一旦みんなそれ見てほしい。で興味ある人は絶対パパチェルに飛んできてほしい。パパチェルがこれを送る時に毛カビ愛を喋った動画があるので、ぜひご覧ください。どうぞ。はいさい、記事久しぶり、パパチェルです。今回は僕のカビ魚を食べたいということで DM してきていただいてありがとうございます。ちょっとね、どんな感じで熟成してるかっていうのを見てもらおうかな。こんな感じでいろんな魚を熟成してます。カビをつけて熟成してます。ほら、これは本マグロの中トロですね。奥に大トロがあります。これは島味ですね。ほら、モフモフ、ペンギンみたいでしょう。で袋のあるなしは湿度を調節してるだけです。こうやっていろんな魚を熟成してます。ここには毛カビ、ちょっと濡れてるけどモフモフなんですよ。こういうカビも培養してます。カビを食べるなんてって思うかもしれないですけど、よく考えてみてください。日本はカビの国です。だって納豆、醤油、酒、カビとか菌の力を使って作られたものだらけなんですよ。チーズもそうですし、なので魚がカビまみれになってないのはおかしいということで僕が作りました。でカビで魚を熟成するとどうなるかっていうと、カビ特有のナッツ香って言われるすごくいい香りがつきます。でよく肉とかジビエのカビ熟成は世界中でよくやられてるんで、日本にもそういうお店があって食べに行ったことがあるんですけども、そのナッツ香がめちゃくちゃ好きでめちゃくちゃ美味しかったんですよ。なのでそのナッツ香を魚にもつけてみたいということで、今年から僕が挑戦してるカビ熟成魚、それを記事に食べてもらおうと思って送らせていただきました。で食べ方がありまして、送ったやつは2ヶ月弱熟成してるんで結構玄人向けなんですけど、お刺身でもちろん食べれます。ただ醤油で食べるとそのせっかくのナッツ香が飛んでしまうんで、できたら塩で食べてください。で、僕のショート動画でよくやってるようなお刺身ご飯に並べて塩でもいいし、生地やったらワイルドに海水にチョンして食べてもいいと思います。でもう一つのおすすめの食べ方が塩なめろう。もう細かく叩いて塩をかけて混ぜて、それもご飯にめちゃくちゃ合います。お茶漬けとかも美味しいと思います。ナッツ香というのをぜひ体験してみてください。また沖縄遊びに行きますからね。バイバーイ。それでは僕のカビの魚を楽しんでください。はい、という流れでパパチェルが大事に育てた毛カビちゃんがまとわれたハマチ届きました。パパチェルの大阪からはるばる沖縄までベンソーレもうね、変態すぎん？やっぱりさ、特殊な多分もうこだわった環境でやってるから水分がめっちゃ抜けてる。もうパリパリよ表面で、冷やしてたからちょっと冷たくて水が出てきてるけど、こういう頬のところとかはカサカサなんだけど、頭の部分とかはぬめりがある。カビが濡れた時のぬめりの感じかな、がしっかり感じる。で見て、モフモフってすごくない？パパチェルさ、モフモフペンギンみたいって言ってたよ。魚をペンギンっていう人初めて聞いたもん。でやっぱりパパチェルの言う通り、日本はやっぱカビの国だから、カビで菌でいろんなものを作ってるから、でパパチェル曰くミシュラン
とかもこの毛カビ熟成っていうものを今注目してんだって。パパチェルのところにミシュランとか取ってる人たちから結構フォローとかも来てたりするよ。そうなんだ。だからパパチェルやってることはものすごい当たってて、世界的に見ても面白いって思われることだわけよ。だから俺はこれどうしても食べたかったから、パパチェル本当にありがとうございます。みんなもこの変態を見たければパパチェルの方へぜひ飛んでください。でここ多分試されてるから、今日ここ側やって、俺も追い熟成しようかな。俺できるか分からんけど、じゃあとりあえずこっちそうやって、で食べ方があるって言ったらさ、でパパチェル前動画でさ、醤油つけて食べてたら味しなかったっていう動画見たから、俺も醤油はつけないで塩とか酢の味、で今回は食べてみようと思う。でしっかりナッツの味を感じたい。じゃあさばいていきましょう。はい、じゃあさばいてみよう。もうちょっと火に当てすぎたら嫌だから、もうこっち普通にさばこうや。うわ、皮パリパリ。すげえ。毛カビ熟成、毛カビで熟成された魚見たことない。うわ、油のりすげえ。はい、おろすよ。うわ、皮目がもうすごい。皮が干物みたいになってる。音聞いてみ。こっちとか切れないもんな。間違っちゃったな、せっかくもらったのに。うわ、すげえ。いい匂いしてみようね。ハマチの匂いさ、普通に青物の匂いする。でも全く臭くない。いい香り。皮目はよ、ちょっと干物みたいな匂いし、塩つけてんのかな、つけてないかな。干物の匂いしてさ。毛カビはわかんない。いい匂いする。普通に見て、この断面。これ断面見て、ちゃんとカビついてるよ。あとこっち側のこの釜、見て毛カビ、カビだらけの魚。やば。断面とかもすごいね。すごいだこれ。もうこれはそのまま網で焼いてみよう。味付けはしない。俺はナッツをちょっと楽しみたいから、塩もいらないと思う。ちょっと遠赤外線でゆっくり焼こう。めっちゃ油乗ってる。テッカテカ見て。やばっ、絶対うまいよ。うわ、すげえ。ピッカピカ、テッカテカ、ツルツルだよこれ。お腹のこの部分だけちょっと油やばっ。めっちゃしっとり。わかるもん。すごい。いや、パパチェルすげえ。うわ、すごっ。やばくない？キラキラしてん？油でしてる。いや、これすごっ。うわ、やば。これもちょっと置いとこうね、こっちに。パリッパリにしてジャーキー作れそうじゃん、こっち。できる。これ全部もったいないから全部食べる。パパチェルがおすすめしてたのが刺身で、あとはなんてネギなめろ、塩なめろか、塩なめろで、あとはこう普通に味付けしてないけど炭火焼き、やってみたいと思う。内地の魚だけでもうまいのにさ。熟成だからね、毛カビで。しかも熟成ってマジでちゃんとやったらマジでうまいからな。もう2ヶ月やってる。わ、うまそう。皮の剥ぎ方がすごい。すごっ。見て、包丁ギットギトだけど包丁が濡れてる油で。ほんとだ。テカってる。パパチェルありがとう。本当に沖縄から愛を叫ぶよ、これは。これちょっとやって、腐りかけと腐ってるとなんだっけ
熟成、うんもう近いからね。これじゃあ刺身にしていくよ。イエス。これ刺身にしようね、普通に。でちょっと薄く切るバージョン、薄く切るバージョンと、これ今薄く切ってる。でもうちょい薄く切ってみるか。この薄く切ってるのと濃く切ってるのどっちがうめえんだろうね。これ今薄い、薄作り。うわ死にうまそう。やばエロ。魚のうまさをやっぱこれマジでいけばめちゃめちゃ引き出せるよな。はい、めっちゃうまそう。これをもう普通に入れちゃう。待って、もう待ってないから食ってみていい？もう食べるんですか？マジでナッツの味するのかな。ちょっと太い方。あ、香りするかも。いくよ、いただきます。あ、感じる。うまっ。あ、木の実食べてるみたい。木の実。あ、ナッツの味する。嘘。すごっ。待ってけ、右手にいる炭火の匂いが邪魔やさ。もう一回やっていい？はい。いただきます。いただきます。下に入れた瞬間からちょっとだけ癖があるのよ。ああ、そうなんだ。あ、なんだろうって。普通の2、3日経った魚じゃないことはわかる。うんうん。その奥に噛めば噛むほどナッツの香りがする。へえ。匂いじゃわからない香りね。舌で感じる香り。死にうまい。美味しい。確かに醤油かけたら消えるかもな。結構薄いというか。そうだね、ちょっと薄いかもね。けどほんのり感じる。で、本当に旨味がギューってなりすぎてるのがわかる。だからよ、本当に下に入れた時に一発目でその魚の味が感じる。うん。それが多分熟成だよ。噛めば噛むほど魚の旨味が出てくるのは当たり前さ。口に入れた瞬間に魚の香りがバッと広がる。死にうまい。これやばいかもしれない。じゃあこれあと1個のやつで塩なめろうみたいなやつ作るか。死にうまそう。お、いいね。なめろう作るよ。なめろうは細かく全部ネギまみたいな感じするから、まあ普通に一旦切ろうね。これ断面綺麗だわマジで。死にうまそうじゃん。もうこれもうあれだけどなめろうにするから切るど。パパチェルの育てたハマチちゃんありがとうね。死にうまいやつさ。ハマチとか普通に食ってもうまいのによ。感じたことのないうまさだなこれは。なんか手がけた、手をしっかりかけたってのが分かる。ここによ。お、刺さった。血出た。血出た。やば。なめろうを作る時よ、みんなの味噌とか、いろんなみょうが入れたりしそ入れたりする人もいいんだけど、それやるとこの良さが消えるんだろうね、めっちゃ。あ、もったいない。今回の手カビ。これはもうマジ塩だけでいける。でこれネギ細くしたやつ。ご飯にかけたらうまいな。これな、うちなます。でこれを今土鍋で米炊いてるから、それに乗っけて食べればいいか。ウイス。いいんじゃんこれで。いいよや。いい感じ。血合い。油やば。火入れた方がすごいかもな。あ、ちょっと切れちゃった。絶対それ食べるやつ。これ食べていい？全部つまみ食いです。うまい。
待ってこれ釜めっちゃうまいかも。うん何も味付けしてないさナッツの香りが余計広がる。あこの炭火焼きの方が美味しいかもしれん。生で食べるより火入れた方が美味しいかもしれんだこれ。うんトロサバあるさ、トロサバよりもしくはトロサバと同じぐらい脂乗ってる。すっごっこれあれやさこの熟成の仕方残すところがないかもしれん。うん全部食える。うわこれ食ってみ。これ食えるかな。食ってみ。熱いけどはいやばくない？過去一かもこの油。やばくない？もう口の中にずっと残ってるもん。だから魚の質もいいけど、その熟成の仕方がいいからさらにこうギュッとなって、油もギュうまみもギュ全部閉じ込めてるから、それをちょっとこう遠火で遠赤外線っていう、それでゆっくりゆっくりゆっくりやることによって、肉汁を内側からどん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 出してる。デージうまい。やばい。もうで味付けしてないさ、で普通に食べて最初はよこのハマチの味がちゃんとするわけ、で最後らへん噛んでたらパッて奥の方でよナッツが広がる、これはすごい。やばいね。でも自分でやりたいって思えないぐらいの手間じゃん、これは時間と余裕と知識と忍耐がないとできない。パパチェルすごい2ヶ月でしょ今回。もうお茶飲みたいもんすぐこの口。やばいよなマジで。チーチーカーカーするっていうのはこのこと、チーチーカーカー喉が渇くって意味、もう本当にちょっと一切れ食っただけで飲みたい何か、冷たい水ごくごく飲みたい、すごい。ちょっと今回マジで驚きだなこれは。食べてうるさこれあれ昨日の汁めちゃめちゃ煮込んでる。これちょっとだしスープだけ飲んでいい？これイノシシのだしスープ何も具材入れてない、シンプルすましジェルジェラだな、何も油入れてないのに油めっちゃ浮いてる。これイノシシの油全部いい白濁なあ。ちゃんとちょっと白いよな。なんかちょっと上品な白さじゃん。やば濁りが全くない。綺麗。はいということでパパチェルからいただいたケカビハマチの定食、パパチェルが美味しいよって言った刺身で、あとはこれ塩なめろうで、これは土鍋で炊いたお米に昨日やったイノシシの汁で、あとはこれ炭火焼きにしました。めっちゃうまそう、超うまそう。待ってこっちちょっと塩つけよう。はいはい塩汁うまそうやしさ。パパチェルが生地海水でって言ってたけど山から海ちょっと遠いので、塩沖などを塗ちます。命の塩これつけて食べたいと思います。これちょっとのっけような、はい、いいね。シンプルだね。シンプル is the best。 綺麗に見せるためになんかまあ大葉引いたりとか、卵乗っけたりとかすることもあるけども、やっぱこういう素の味を楽しむ、見た目は冴えないけど、その奥にちゃんとした素材の味が分かるやつが俺は好き。はい、死にうまそうじゃん、醤油かけたくなるよね。かけません。じゃあいただきます。はい。うまい。塩味がめっちゃ合う。塩混ぜてさ、さらにうまくなった。待って、つまみ食いしてさ、俺ね塩に何もつけないで食べたさ、それよりちょっと塩つけた方がさらに美味しくなる。コクが出る。塩でコクが出てるやつさ、死にうまい。美味しい。やばい。何これ。パパチェルたちがさ、ハム食ってるみたいで表現してたわけ。ハムの味する。塩つけたこのケカビのハマチはハムの味。待って、これさ、これを塩につけて食ってみていい？つけすぎた。はい、シェア。いただきます。ハムだ。やばい。とろける。塩が一番うまい。あ、そうなんだ。塩つけるのとつけないのと全く違う。塩つけなかった時は素材の味でパッて広がる。ちょっとなんか癖あるなって感じだったけど、こんな塩ちょっとつけるだけでだいぶ変わる。やばい。でハムに近いから、分厚く切るのよりも薄く切った方がうまい。
そうなんだ。やばっ。待って、今こんだけしか食ってないけど喉死にかわって。これ飲んでいい？イノシシの汁。うわ、イノシシの味する。汁うまい。死にうまい。イノシシの汁だから。あ、優しい。もっと煮込みたいぐらいだわ。だってこのさ、塩焼きでも炭火焼き食べたいんだけど、ちょうどこっち側に毛カビがついてるわけ。カビついてる方食べる。カビついてる方食べます。やばい。美味しい。口に入れた瞬間ナッツの味する。油やばそうです。すごい、うん。待って、なんだこれ。このカビがナッツの味すんのかな。待って、カビ食べてみて。カビだけこなして、この表面のカビだけ食べてみていい？これカビ食べてみようね。あ、カビナッツの味するわ。あ、カビがナッツなんです。カビだわ。もうカビに抵抗ゼロになったんだけど。やばい。美味しい。美味しい。美味しい。何美味しい。美味しいわこれ。バグった。やばい。革命。でも何回も言うけど自分でやろうとは思わん。大変だわこれ。これもう一回食っていい？高級店で出てきそうな味。見たことないけど。だろうね。米にマジで合う。塩とネギしか使ってないのに米にめっちゃ合う。最高。よいしょ。毛カビの刺身塩でちょっとでいい？ちょっとでいいね。つけすぎたらもったいないね。いきます。いただきます。ああ、油すごっ。言っていい？チーズの味がする。ああ、でもブルーチーズやってるはずよ。あ、やっぱそう。あ、書いてたね。で、その太い方、ノブそれ太いやつだから、ノブ側の薄い方食べてみる。薄い方、ハムの味するぜ。する。ハムでしょ。する。でもうおつまみに合う絶対。じゃあ塩なめろ。うーわ、美味しそう。食べかけだけど。はい、食べてみて。いただきます。めっちゃ食っていいぜ。マジでご飯進むわ。うまっ。まず土鍋の米の炊き方がバッチグ。これ塩しか使ってないよ。醤油入れたらさらに美味しくなるのは分かるけど、良さを消すのも分かるよね。これうまくない？あ、すごいな。全然刺身となめろうで全然味変わるね。イノシシの汁でじゃあお口直しして。めっちゃ優しい味だから。めっちゃ優しい。全く臭くないでしょ。これが幻の2番だしよ。1番だししたら臭くなる。ハマチがもうぶん殴ってくる。もう暴力的に。あ、ハマチの方が強すぎて。イノシシめっちゃ優しい。いやマジでこれ食ったらわかる。まあみんな食えないと思うけど、このパパチェルの熟成。いやパパチェルでもいつか売りたいらしいよ。あ、そうなの？いやこれは売った方がいい。みんな買った方がいい。マジで変わる概念が。死にうまくない？料理の仕方でこんな変わると思わなかった。マジ絶対薄くやることと塩以外つけちゃダメ。だから塩つけて食った方が美味しい。で炭火焼き食べて。炭火焼き。じゃあいただきます。味が変わるんじゃん。生と火入れたので。いやもう油がやばい。凝縮がもう 1000% ぐらいいってん。 100% 超えてん。うまい。個人的に刺身が面白い。刺身を塩で食べた時の驚きはやばいね。うまいよな。塩焼きは、油がとにかくすごい。この火入れただけで内側に潜んでる油が全部出てきてるのすごくない？まあ釜だからってのもあるかもしれんけど。でイノシシの優しい。でお口直し。なんか水飲んでるみたいに優しいよね。何も入れてんからね。イノシシだけ。イノシシだしだけ。いや十分いいよね。美味しい。成功。はい。